F1 は世界一速い速度で走行して1位を競う自動車レースです。1回のレースで約 305km の距離を一番速くゴールする最速を競うモータースポーツなので、F1 ドライバーはコース内をできる限り速く走りますが、時には限界を超えてしまいコースから逸れてしまいます。限界を超えてしまうのはレースなので仕方がないことですが、コースの外側のランオフエリアにある砂利に入ってしまうと脱出するには運しかありません。コースから砂利に入ってしまうと駆動する後輪が空回りしてしまい、レースをリタイアしてしまうことは珍しくはありません。この砂利はグラベルとモータースポーツでは呼ばれています。英語で砂利はグラベルというので砂利そのままの意味です。最近建設されたサーキットではコースの外側がコンクリートやアスファルト舗装されているサーキットも多く存在しています。ではなぜコースの外側に砂利が敷き詰められたサーキットがあるのでしょうか？この砂利はコースから飛び出した車が壁に衝突する前に安全に停止できるように存在しています。同じ意味を持つ施設が私たちの身近にもあるのはご存知でしょうか？それは山道を走っている時にカーブの先にある緊急退避所です。緊急退避所は下り坂が長く続く場所に設置されていて、ブレーキを使いすぎてブレーキが効かなくなった時に車ごと飛び込んで強制的に停止させる施設です。私たちは緊急退避所にお世話になる機会はとても少ないですが、F1 などのモータースポーツではグラベルの存在はドライバーの命と怪我から守る大事な存在なんです。F1 に限らずドライバーが運転をミスしてグラベルに突っ込んでしまい、運よく後輪も砂利にはまらずに脱出できたとしても安心できません。グラベルに車が突入すると砂利を巻き上げながら停止します。その時に巻き上げた石がフロントウイングやフロアを壊してしまいます。またサイドポットと言われるエンジンやその周辺機器を冷却するラジエーターがある部分に大量の砂利が入って破損してしまいます。グラベルには砂利だけでなく砂もたくさんあるので、その砂がブレーキに侵入して気づかずにブレーキを使い続けるとブレーキを壊す危険があります。運よく車を破損しないでガレージに戻れたとしてもすぐにコースに戻ることはできません。グラベルに突入して砂利を巻き上げれば車のあらゆる部分に砂利や砂が入り込むので、それを取り除く掃除をする作業が必要です。タイヤが砂利にはまってしまい身動きが取れなくなるとホイールローダーという重機を使ってグラベルから救出する作業が必要になります。このような事態になるとコース上に作業員が立ち入ることになるので、レッドフラッグが出されてコース上の車はピットに戻されます。このようにグラベルに飛び込んだ車だけが被害を受けるわけではありません。グラベルに車が飛び込むと砂利を周辺にもばらまいてしまうので、当然コース上にも砂利が飛んでしまいます。コースに出た砂利を通常走行している他の車が踏んでしまい、タイヤがパンクしてしまうなどの危険があります。これはコース上の車の走行を停止させて掃除をしなくてはいけないので、イエローフラッグやレッドフラッグ、さらにはセーフティカーが出動して他の車の走行にも大きな影響を与えてしまいます。グラベルはドライバーの安全にとても大事な設備ですが、何かとドライバーとチームを困らせています。しかしドライバーからはグラベルのあるサーキットはチャレンジしなくては速く走れないと語る人も多く、鈴鹿サーキットはミスをすればすぐにグラベルに突っ込んでしまいますので、魅力的なコースレイアウトと一緒にチャレンジング精神を刺激されるサーキットだと愛されています。コースの外側がコンクリートやアスファルトのサーキットが多くなり、ドライバーのミスはすぐに取り戻せるようになりました。これはドライバーも F1 ファンからもリタイアせずにレースに復帰できるので、がっかりせずに済みますが、これを逆手に無理やりオーバーテイクを試みて危険な走行をしてしまう欠点も数多くのレースで見られています。少しのミスでもリタイアにつながるグラベルのある昔から伝統のあるサーキットのレースもドライバー目線を意識して見方を変えるとレースが面白くなりますよ。